さて前回はロー写真の編集について解説したんですが、今回はニコンのカメラで撮った動画を、1本のファミリーショートフィルムや縦型のショート動画にするには一体どんなソフトを使ってどのように仕上げていけばよいのかっていうのを解説していきたいなと思います。正直写真に比べて動画は一つ仕上げるだけでもかなり大変なので、動画を撮ってから形にするまでに間が空いちゃうとどんどんめんどくさくなっちゃって、そのまま放置すると消すに消せないハードディスクの肥やしになっちゃうなんていうことはね、よく聞くんですけれども、だからこそ、撮影後はできるだけ早く、ほんとね、もう1分2分の短い映像でもいいので編集して一つの動画にしてしまうっていうことをお勧めしたいなと思います。そしたらまずは編集ソフトについて、今回はあくまでパソコンを前提として、いくつかメジャーなソフトを簡単に紹介するんですけど、基本的にできることはね、どれも極端な違いはないので、本当良さそうだなと思うものを選んでいただければいいかなと思います。まず映像制作で最もメジャーなソフトといえば、Adobe のプレミアプロになります。プレミアプロのいい点は圧倒的な情報量で、わからないことがあればネットで調べればすぐに答えが出てくることと、今後もし動画編集などを副業としてもちょっとやってみたいなと思ったら、プレミアプロが必須の場合っていうのも多いので、使い方をマスターすれば、単に趣味で終わらない、すごく有用なスキルになると思います。で、デメリットはちょっとサブスクリプションがやっぱ結構プロ用なので高く、毎月の負担がそこそこなものになってくるので、ちょっとした趣味で使うっていうには金額面でそこそこハードルは高くなってきます。で、次に紹介するのはダヴィンチリゾルブになります。このソフトのいい点は、元はカラーグレーディング専用ソフトだっただけに、色を調整するツールなどが非常に充実しているのと、もう一つ大きいのが、なんといっても無料版があって、一部機能制限があるものの、ファミリームービーを仕上げるには本当十分な機能が備わってます。デメリットは、ちょっと操作が独特な部分があるので、慣れるまではちょっととっつきにくいところですかね。ただ今では日本国内でもかなりユーザーが増えてきているので、ある程度わからないことがあればこちらもネットで調べれば、そこそこ答えは見つかるんじゃないかなと思います。で、そして最後はこれ Mac の方にちょっと限定になるんですけれど、 iMovie と Final Cut Pro になります。 iMovie は Mac に標準搭載されていて、こちらも無料で始めることができます。iMovie は動画を切って貼ってつないでっていった本当基本的なことは当然できるんですけれども、ただカラーグレーディングなどの機能はかなり限定的になるので、もしイメージングレシピを使って動画を撮影するのであれば、カラーグレーディングは不要かなと思うので、それだったら iMovie で十分かもしれないんですけど、自分で色味を一から調整したい場合はカラーグレーディングの機能などが一通り揃った、iMovie の上位版であるFinal Cut Pro を選んだ方がいいかなと思います。で、どちらもメリットはやっぱり Apple が作っているので、 Mac 上での動作が非常に軽く、ハイスペックなPC がなくても十分に使用できる点と、あと iMovie から始めて慣れてきたからFinal Cut Pro に移行するっていうような場合にも、これプロジェクトが引き継げる点がいいかなと思います。で、デメリットは上位版のファイナルカットプロであっても、先に紹介した2つの編集ソフトと比べると、ややちょっと機能が限定的であるのと、いずれも Mac 専用ソフトっていうこともあって、少しちょっと調べ物をしようとした時の情報量が少ないかなっていう点ですね。これらいずれを選ぶにしても、動画編集の基本はもう本当撮影した動画をもう切ってつなげていくっていった作業になるので、それは本当どれを使っても、正直そこまで大差はないと思います。個人的なおすすめとしては、2つ目に紹介したダヴィンチリゾルブで、僕もメインで長年使っているんですけど、そのおすすめの理由としては、やっぱり無料でかなり本格的なツールをほぼ機能制限なしで最初から使える点ですね。もしカラーグレーディングにこだわって、やってみたいなということであれば、ダヴィンチリゾルブから始めるのがいいんじゃないかなと思います。では続いてはですね、動画をタイムラインに並べていく前に、動画には何かしらの BGM がやっぱり必要になってきます。で、この BGM は SNS とか、外に動画を公開する場合は基本的に著作権フリーの音源しか使うことはできないです。で、これはもう本当著作権フリー BGM とかで検索すると、有償のサービスから無償の音源まで様々なものが出てきます。もし YouTube などで公開して、その収益化を目指す場合や、副業ももう視野に入れてっていう方であれば、権利回りがクリアな有償サービスを使う方がいいかなと思います。
そしてこの音楽を選ぶ時なんですけど、基本的にね、もしストーリーとかを決めて撮影に挑んでる場合は、そもそもその BGM の方向性っていうのはある程度こうテーマに沿って、決まってるかなと思うんですが、とりあえずこうなんか過去に撮りためた映像を動画として形にしたいっていう場合は、一度ですね、編集ソフトに撮影したこう素材をバッと並べてみて、でそれを再生してみて、今回この雰囲気にはどんなのが合うかなとかっていうのを、そこからこうなんかインスピレーションを得て、音楽を探していけばいいかなと思います。じゃあ BGM が決まったらいよいよね動画編集に入っていくんですけど、タイムラインにまずBGM を配置したら、そのテンポに合わせて動画をカットしていきます。基準となるのは4拍1小節、12342234323444234のこのタイミングに合わせて映像をカットしてどんどん並べていきます。ただしあまりにもこう綺麗にこう1小節前にこう映像がパッパッと切り替わっていくと本当単調になりすぎてしまうので、時折こう2小節だったりとか、あとは2拍ずつの短いものをつないでみたりすると、音楽同様に抑揚がついてメリハリが映像に生まれてくると思います。でそこからね逆算すると、よくあるこう A メロ B メロコーラスといった構成の音楽では、大体それぞれがこう8小節8小節16小節っていうパターンが多いかなと思うので、1本の動画を作るのに必要なカット数っていうのは大体僕の場合ですよ。僕の場合は20から30カットぐらいになってくるかなと思います。そしたらこのカット作業時に僕がよく使う簡単なテクニックをいくつか紹介したいなと思うんですけど、一つはアイレベルを揃えること。基本的にこう人物の映像をもうそれぞれのカットでつないでいく場合、視聴者ってその映像の中にこう人物がいたらまずその人の目を見るので、できる限りその複数のカットでこの目の高さが映像の中で同じ位置に来るように揃えていくと、見てる人がねこうカットが切り替わるたびにこう目線が迷子にならなくて済むので、これはぜひねちょっと意識してやってみてほしいなと思います。で続いてはね、これ前にもどこかで紹介したかもしれないんですけど、三脚や手持ちで特に動きがないような映像を撮影して、それを連続してつなぐ場合や、もしくはこう長回しで使う場合、ここにほんの少しだけもうゆっくりこうズームインとかズームアウトを加えてあげることで、なんかねこう視聴者が気がつかないうちにその映像に引き込まれていくような感覚が得られるので、これ非常に簡単で効果的なのでね、ぜひちょっとどこかで使ってみてほしいなと思います。で最後、これはね撮影時から意識しておく必要があるんですけれども、一つのねこうアクション、例えばこういったものを持ち上げるみたいなものを複数のカットで撮影しておいて、で一つのカットの終わりと次のカットの始まりがしっかりとこうシームレスにつながるように、意識して撮影しておくことですね。例えばこういったコーヒーカップをこう手に取って持ち上げて飲むみたいな動作であったり、あとはこうドアを開けて外に出るとか、撮影時にどういう風にこの映像を次のカットとつなげようかなっていうことを意識しておきながら撮影しておくと、映像がこうどんどんスムーズにつながっていくので、意識的に盛り込めれば作品のレベルがこれ確実に一段上がると思うので、ぜひねチャレンジしてみてほしいなと思います。で最後の工程はカラーグレーディングになるんですけれども、基本的に一つの作品の色味っていうのは、最初から最後まで一貫性を持たせた方がいいかなと思います。なので基本的には全てのカットに同じグレーディングを施していくんですけれども、ただその上でやっぱりこう個別にね露出とかホワイトバランスを調整しないと、映像が切り替わるたんびに、明るさが違うとかホワイトバランスが違うっていうことがないように、そこはしっかりと補正しながら調整していきます。今回はね細かい色味の調整方法については割愛するんですけれども、興味のある方はですね一つ前のエピソードで解説しているので、ぜひそちらを参考にしてみてほしいなと思います。基本的に色味の作り方っていうのは写真でも動画でも同じです。でもしね動画を N ログとか、あとはニコンの ZR の R3D NE 形式で撮影している場合なんですけど、おすすめなのがこのねニコン公式が配布しているこのラットを適用すれば、ほんと一発でまるでね映画のような色味に仕上がるルックが手に入るので、これはですね本当ねぜひ一度試してみることをお勧めします。このラットを適用した上で、ほんの少しねこうスパイス的に自分のオリジナリティを追加するのが、ぶっちゃけ最も簡単にカラーグレーディングをいい感じに仕上げられるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はね動画編集の流れについてちょっと解説してきたんですけれども、大体基本はこんな感じかなと思います。どうですかね、思ってたよりそこまで複雑じゃなくて意外と簡単でできそうかなって思うと思うんですよ。
一度ねこれ動画編集をしてみると分かると思うんですけど、今回ね紹介したテクニックにもあったように編集のことまで、ある程度意識して撮影できるようになると、ここは複数のアングルで撮っておこうとか、こういったカメラワークにしようとかアイディアがこう湧いてきて撮影時の迷いが減ったりすると思うので、ぜひですね過去に撮りためておいた映像でもいいですし、今後撮るね、家族のこう思い出っていうのを一つの作品として仕上げてみてほしいなと思います。はい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。もしこの動画が参考になったということであれば、ぜひチャンネル登録といいねで応援していただけると嬉しいかなと思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。